こんにちは。今回はガールズバンドくらい第7話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。後半続々来たわ。奇数回ライブもよくやった。ルパに指導されたい人生だった。トゲの演出と 3D 作画、全てがこのためにあったって感じだったわ。やっぱニナは猛牛だけあって勢いで生きてる。ルパさん人気強すぎだろう。一人で物販エグそう。沢城みゆきさんの歌唱、そして8話へのイントロダクション凄まじいな。前はハードルを上げて前は軽く超えてくる。面白すぎる。良すぎた。来週も楽しみすぎる。ロックな感情のやつらが多いな。ルパちゃん成人すぎひん。にしても深夜のサービスエリアにしちゃ人多いな。結構いるもんだぞ。結局揉めてるのって根本的にはこの2人なんだよな。モモさんいっつも潰れてんな。番宣で使われてるのこの回だったのか。バンド名のくだりがまさかこんな流れになるとは。思いつきすぎる。メンバーに相談なしにひでえ。バンドアニメ一適当な決め方かもしれん。客の T シャツから。まさか今 T シャツ見て決めたとは思わないよな。みんな偶然だねとか思うわけねえだろ。芸人のコンビ名並みに適当につけたな。バンド T とかだったらどないすんねん。知らないバンドのポエム聞かされても困るよね。バンド名は無事決まった。あとは桃か次第か。お尻が大きいルパさん。このグループは常識人2人いるからなんとかバランス取れてるな。めっちゃトゲゲてる。いつもよりもトゲトゲしてるな。ドラムが JK が叩ける音じゃない気がするが、毎週ちゃんと曲入れてくるのは偉いよ。さすが狂犬は止まらない。みな予備校をやめるってよ。不登校からさらに予備校もやめるとは。みんな中卒宣言。登校拒否から予備校中退か。やっぱり名もなき何もかものスペシャルバージョンか。ニナめっちゃ重たい女でわろた。予備校中退とかいうモンスターが生まれた瞬間だった。バンドっていう本当にやりたいことができて予備校をやめるのは予想してた。みんなにとって大学進学とか別に本当にやりたいことでも何でもないしな。1クールアニメ一番盛り上がる作品の運命左右するのが7話だと思ってるけどよかったな。うまく売れればいいんだけどさ。まあ日本の大学なんて出ても何の役にも立たんしな。文系とかなおさら。ガルプラ CG じゃなかったらもっと受けてるような気がするんやがな。今期はガルプラ、夜プラが週末の楽しみになっとるわ。悪くはないんだけどバンドリって先輩がバケモンすぎるんだよ。誘ってやがる。誘ってますね。現実見たい人と夢追いかけたい人の衝突。もっと今晩赤のパクリみたいな曲でボトルネック奏法とかする感じで頼む。こいつはいつも勢いで行動するんだ。自分の退路立って追い詰めるのは卑怯じゃないか。芸の道に進む人は退路立たないといけない暗黙の了解あるから。客、こいつ自分語りしかしねえな承認欲求のゴンゲか。客、まあバンドやってるやつなんてみなそうか。問題が山積みだな。5人中進路問題抱えてるのが2人。脱退希望が1人。あかん。親からの支援が打ち切りになって主人公は誰かの家に居候しないといけなくなる。キャラクターの会話劇が面白いわ。バンドコンテンツの中卒の多さは異常。中の人バンドは先行してやってるから曲は結構あるな。7話と8話セットで見てくださいって言ってたな。バトルアニメかな。俺のこの手が真っ赤に燃える。ガルクラの声優ってバンドリみたいに中の人でライブするの前提でみんな楽器できる人を集めた感じなのかな。このメンバー、ルパがオアシスだけどなんか闇抱えてそう。親が神殿のだいぶ闇じゃない。事故死したみたいだけど保険金で揉めたのかな。先週貼られてたオーディションの件とか中の人も闇が深そう。出版もしているカリスマ教師の娘が不登校で一人暮らしを始めて予備校に行ったと思ったらバンドを始めた上に予備校はやめそうで週刊誌に垂れ込んだら売れるかな。林先生くらいのカリスマじゃないとダメじゃない。桃香さんが抜けるって言ったのは何なの。
過去のイメージか何かだったの。自分の曲じゃプロとしてやっていけない。クオリティが低いってさ。桃香さん抜ける言うけど、お前が始めた物語だろとしか言いようがないです。みゆきちにギター持たせると、どうしても岩沢さんがちらつく。 CV 沢城のキャラ、何かに似て敵視感感じると思ったらアンジェラ・アキだった。ニナのお姉ちゃんがこのアニメ唯一の常識人だな。トゲなしトゲありメンバーの家庭環境不効率高すぎ問題。恵まれてるのスバルちゃんくらいか。桃香さんは不明だが、紅生姜組の過去が想像以上に重かったわ。今回の曲もいいな。ともちゃんのピアノの音が気持ちいい。夢のために何かを捨てるという選択を取るのはすげえ紳士的だと思うし、その選択に至るまでのエピソードも綺麗でいいな。これ破天荒な花田先生は久しぶりだわ。今回で決定的に大物感が出てきました。いいよすこのアニメ。ロックは衝動だって感じがします。毎回必ず揉め事が起きるところとか、暴走する主人公とか最高だと思いました。だって桃香さん、熊本から一人で川崎に来て、シーリングライトで戦う女の子だぜ。ロックじゃないはずないじゃんか。気持ちはわかるけど、ぶつかるしかないですよ。来週まで見れないのが辛い。もう僕は爪痕を残されています。というか、カルクラを見たら寝れない。それくらい興奮してる。友もまさかの学校を辞めてたんだ。しかも親が不倫か。親を見て音楽を本気早いうちにでやろうと決めたと。ルパは家族が事故で亡くなってると、そこで話止まっちゃったけど気になるな。ルパの内情どんな感じなんだろう。あの性格作ってるとかじゃないよね。不思議ちゃんだからな。ガールズバンドくらい、いっそ予備校をやめて退路立つってのはすごく刹那的なんだけど、今までの描写からして必然性があるから、こう紛れもないロックだ。アニメってやっぱ根底にお行儀が良いところあると思うんだけど、ガルクラはそういうところを全部ぶっ壊しに来てて本当にいい。ルパさん、ただの潤滑油文字に収まらず、滑稽です大ですという時は心にズーンとくる一言を的確に指してくるので素晴らしい人材すぎる。スバルちゃんと二人でトゲトゲのすべての衝撃鑑賞材になってください。今週も神回だった。まさかバンド名がトゲトゲテレビの前身番組から取られてたとは。ニーナのプロ目指す宣言によって桃香さんとトゲトゲしてきたし、今後どんな感じで爆発するのか今から楽しみ。友とルパの家庭事情も、これだけでもなかなかに重いけど、二人にはさらに、以前組んでいたメンバーの話もあるんだよな。みんな、家を出るとか予備校を辞めるとか、いきなり極端な決断に走りがちなあたりが若いな。それでもやはり彼女の突進力こそが鍵。前半のわちゃわちゃで可愛いとなり、後半でちょっと重くなった空気をルパさんで癒され、名もなき何もかもでぶち上がり、予備校やめますでおい、となる。最後までチョコたっぷりな話だった。ガールズバンドくらいなのは神回だった。5人の初ライブが名もなき何もかもが激アツだったし、それまでの演出も良かった。てかトゲなしトゲありの由来、観客の T シャツからだったのか。そして予備校やめるということで続きが気になる。来週が待ち遠しいな。ニナちゃんにしてみたら、そりゃあ納得できないことも多いだろうな、と思う。だけど、桃香さんも複雑な思いを抱えて続けていくのは、現実を先に知ってしまってるからきついんじゃないか、とも思う。でも、音楽から離れられない。ニナとぶつかって当たり前。それでもニナ、心を動かせるか。体感なんだかすごい盛りだくさんな回でした。いつもよりしおしおとした桃香さんの雰囲気が寂しく、ともちゃんの回想とか桃香さんの発言後の画面の日々とか、見せ方でも見せられました。すっごいキラキラした後で、トゲ全開で歌うニナは凄みがありますね。集合写真でのピースや共感ゲームの挙手など、指がテーマの彼女ららしいトゲなしトゲあり、お掃除する振りが好き。そしてニナちゃんの背後の花火が、彼女が背中に出すトゲを彷彿させる。結びつきもしかり、トゲなしトゲありとしての初ライブ、最高です。本当に好きな音楽だからもう失敗したくない。その音楽に背中を押されたニナが、言いたいことが言える大好きな場所で、
間違ってないと叫ぶ。バンドとしてはバラバラな新川崎ありが、音楽で言いたいことが言えるトゲなしトゲありっていう居場所になる。ロックすぎる。ただももかさんの気持ちもすっごい理解できるんだよな。すばるちゃんが言ってた通り、ももかさんは根っからのミュージシャンだから、誰よりも自分の世界を持ってるし、誰よりも繊細。人の痛みがわかるからこそ自分の痛みもダイレクトに感じてしまう。そうじゃなきゃあそこまで面倒見よくない。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。